おはよう。おはよう。ボンジュール。ボンジュール。アクティベート。完成。この前の飲酒設定 OK。できた。楽しもう。ではホテル向かいましょう。行きましょう。でも明るいね。明るい。8時だよ。エドガースイートブルシャンドンに泊まります。これは B&B なのかな、マレ地区にあるんですけど、ちょっと軽くルームツアーしていきたいと思います。そう、キッチンあって簡易コンロがあって冷蔵庫も大型、ベッド1台と、あとこのソファーもね、ソファーベッドになるので、まあ5泊私たちするんですけど、途中でこっちのベッドも使うかもしれないですね。ここにテーブルあって、見て、トートバッグあるんだよ。あとこれ絶対さ、チョコレートで。チョコだ。洗面所、タイルが可愛い。シャワーですね、シャワーオンリーです。パリの小窓がやばい。可愛いね、これ。有名じゃん。いいね。休み。お疲れ。お疲れ様でした。パリ楽しもう。楽しむ。眠いね。眠いね。今は21時です。はい。パリ初日始まりました。始まりました。はい。今回はクルックさんとのタイアップで私たちパリにやってきています。で、私たちほとんど初パリだから。10年以上ぶり。でしょ、だからパリの結構王道の観光コースっていうか、セーヌ川クルーズとか、モン・サン・ミッシェルのツアーとか、あとは私たちの大好きなパリディズニーやばに行くんですけど、そういう観光やアクティビティ、あとはシムだったりとか、旅に必要なものを全部ね、クルックで予約して、パリ5日間楽しんでいきたいと思います。はい。でも今日はもう寝ましょう。もう、頭が半分動いてないんで。そうそう今日はもうこのまま寝て、明日朝一から楽しんでいきたいと思います。おやすみなさい。おやすみなさい。おはよう。パリ2日目。今日は朝からカフェに行きます。はい、きちゃんがね調べてくれた今なんかパリで流行ってるカフェ、はい、でそこに行って、あとマレ地区散策したいと思います。はい、では向かいましょう。来ました。美味しそう。ベリーのパンケーキ。のんちゃんはスクランブルエッグにパルミジャーノ。やばい、しかもブリオッシュトーストだって。あ、美味しそう。
いただきます。このパンケーキが薄くて食べやすそう。しかも2枚重ねじゃん。3枚。3枚。これがいいね、このクリームが。なんだろうね。うまい。それ何？マスカルポーネ。モスカルポーネだ。美味しい。ダブリ美味しいよね。ブリオッシュパン。いただきます。美味しい？チーズが多分効いてるでしょ、それ。チーズ美味しいし、ブリオッシュパンも最高。パリ1食目ですね。あ、本当だね。昨日何も食べてないからお腹空いてる。美味しかったね。めっちゃ美味しかった。これなんか新しいカフェみたい。パリジェンヌの方がいっぱいいたね。いた。てかもう全員おしゃれだった。マジでおしゃれだった。で、この後はチョコレート屋さんに行ってセザンヌとメルシーに行きましょう。早速。チョコレート屋さん来ました。これもチョコ？かわいすぎない？マジパン？こういうなんかちょっとフルーツみたいなプラムか。あとこれもかわいい。パッケージがたまらない。キャラメルパッチ。これの詰め合わせもいいね。ソルベも美味しそう。あ、これいいね。これ素敵。お土産にいい。私さ、お家で一人お茶会してるから、それ用のチョコと、あとお土産だし。ぴったりじゃん。これもいいね、このスクランブルチョフルーツモチーフのチョコが多いね。コ。ね、このオレンジの箱がここのブランドのカラーなんだよね。これ定番なのかな。普通にさ、こういうの美味しいよね。薄い。あ、こういう薄いチョコね、美味しいよね。あとこれも美味しい、このオレンジピールとか。美味しい。36ユーロぐらいだね、1箱。結構高いかも。1ユーロ170円。そうだね。5000円ぐらいか。まあでもご褒美チョコ。これぐらいの大きさだったら、お試しに買って帰れそう。あ、このちっちゃいのでさ、明日食べよう。何にする？キャラメルだよね。なんかもう定番のやつは入れたい。入れよう。カフェと、あ、普通のナチュラル。ダークチョコとかあるの？ある、チョコレート。ダークチョコも食べたい。あとこの辺のやつ1個大きいの食べよう。これいくらするんだろうな。重さだよね、絶対。やっぱ一人だからさ、これぐらいの大きさのやつがさ、いいよねちょうどいい。と思って、この11ユーロのやつにしよう。大きいやつ食べきれなそうだからさ。しかもやっぱチョコって一粒一粒大事に食べるじゃん。これにすちょうどいいよ。嬉しそう。るです。ゲット。で、見て、マッシュマロもらった。かわいい。いただきます。食べてバニラ。美味しい。美味しい。袋もかわいい。セザンヌ来ました。パリ来るとさ、赤 T とジーンズ着たくなる。そうだよね、わかる。こういうシンプルなフレンチスリーブの本当。 T シャツも可愛い。どれぐらいなんだろうね。 50 50ユーロ。可愛い、これすごく。ね、可愛い。ピンクニット。ね、これも可愛い。わ、可愛い。いいよねこれ大好き、こういうの。パリっぽい。わ、これ着たい。かわいい。ね、靴も可愛い。
ヒョウ柄とか履きたくなっちゃうもんな。ヒョウ柄いいね。これ可愛いね。すごい派手すぎない。大人っぽヒョウ柄じゃない？素敵。見せてもらってるの？そう。これちょっと気になる。気になって。ちょっと派手すぎる。いや可愛いと思う。セザンヌでトップス2つ買いました。旅行中に来ます。はいぜひ来てください。すごい。すごいセザンヌ人気だね。やっぱ朝一で店舗に行くのがおすすめかも。並ぶから。11時オープンです。そうですね。土曜日は。はい。じゃあ次はメルシー2号店に行きます。レッツゴー。お買い物です。イエス。メルシー2号店来ました。バケットペン。かわいい。これも可愛い。このろうそく。これ超かわいい。超可愛い。マグネットだ。かわいいじゃん。でこっちのこのキャンバス地のやつも可愛いね。超かわいい。あ、軽い。軽い？しかも見て。結構入るよ。結構入るね。しかも肩掛けもできるんだ。できる。あ、いいね。大きい。可愛い。いいじゃん。いくらぐらいなんだろうそれ。160ユーロ。160ユーロ。ってことは、25,000円ぐらいなのかな。可愛い。このさキッチンコーナーが本当に可愛くて。これがやばいの。このやばい。全部キャンドル。そうそう。果物キャンドル。エスプレッソのキャンドルもある。マキネッタじゃん。だいたいいくらぐらいこれ28ユーロ。私この目玉焼きかも。私もね。これすごい可愛いよね。お皿に乗せて飾りたいよね。間違いない。あとこのさクロワッサンも可愛い。これあ、見てこういう感じでお皿に乗せて飾りたい。待ってのんちゃん。バケットある。困った。可愛い。なんか文房具もキッチンコーナーも充実しててやばい。可愛いね。ポーチ。私このポーチ結構使ってる。あ、持ってる。使いやすいんだよね。でもなんか色はいろいろ追加されてて、このボーダー可愛い。ボーダー可愛い。あなたがあっちの色っぽくない？これね、可愛いよね。結構これ使えるよ。これ可愛い。トートも充実してるよ。ストライプ柄可愛い。可愛い。いいな。やっぱトートって欲しいね。トート何個あってもいいからね。何個あってもいい。見て、わざとグニャってなってる。可愛い。可愛くない？いびつな形。一個一個違うの。見て。可愛いね。可愛い、おしゃれ。こういうのいいな。ゲット。一旦荷物置いて、明日がモン・サン・ミッシェルツアーだから、その夜ご飯、今日の夜ご飯を買いにちょっと近くのベント&ゴーっていう日本食屋さんに行きたいと思います。気になるよね。なんかね、結構パリの日本食美味しいらしい。そう、今から行くところもよくパリに行く知り合いから教えてもらいました。さすがです。はい。じゃあ唐揚げ弁当で。あるといいね。夜ご飯ゲット。お弁当2つとドリンクのセットです。お弁当大きい。重いね。夜また食べましょう。はい。ノートルダム大聖堂に行く前にサンルイ島名物のベルティオンでアイス休憩です。ラズベリーソルベ。チョコレートアイスウィズホイップクリーム。かわいい。いただきます。いただきます。うまっ。
めっちゃ美味しいんだけど。濃厚。これワッフル。このワッフルを崩して食べる。そういうことだ。美味しい。チョコレート濃厚。すっごいねっとり。色が濃いもん、そもそも。食べて。うわ、喉焼けそう。でも甘いけどくどくない甘さ。本当に濃厚なカカオの味がするね。美味しかった。ベルティオンのアイスクリーム、なんかすっごい行列できてたんだけど、テイクアウェイが行列多いだけでイートインは結構割とすんなり10分ぐらいで入れました。ちょっと束の間の一休憩にね、今日は暑いので最高が28度だからちょっとアイス休憩挟んで、これからノートルダム大聖堂に行きます。楽しみだね。ノートルダム大聖堂行ってきました。どうぞ見てください。見ていいですか？はい、こんちゃんの大好きなノートルダムの鐘の舞台のノートルダム大聖堂です。2019年に火事で燃えちゃって5年かけて復旧しました。そうなんだよね。去年の末に復旧したから、よかったね、見に来る。だからすごい人だね。そう、みんな人が見に来すごくて、中の見学のためにはかなり並ばなきゃいけないから、ちょっと今回は外観だけ楽しんで。外観見ただけでも十分幸せはい、です。じゃあどうぞ僕の願い歌ってます。光浴びながらノートルダムの鐘好きな人絶対だよね。ゼロポイント。ここがフランスの中心です。ゼロポイント。じゃーん。クロワッサン買いました。やっばーなんかここ、なんかいろいろ大賞受賞してる感じあるよね。いね。トロフィーがすごい並んでる。そう、ここのクロワッサンが本当に美味しいから食べてほしいって視聴者の方に言われたから買ってみました。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しそう。これ明日のモン・サン・ミシェルツアーの行きのバスで食べようね。バッチリです。はい。パトリック・ロジェにやってきました。ここも気になってたチョコレート屋さんです。パッケージに入ってるチョコレートもすごく可愛い。やっぱ気になるな、この辺ボンボンショコラ。すごい美しいね。このね、パトリック・ロジェね、こういう感じでね、パケはね、カンカンなんだよね。なんか食べ終わった後、なんかこのカンカン再利用したくなっちゃうような。取っておきたい。そう、可愛いカンカンなんです。見て見て、こういう感じで、こういう薄いカンカンの中にチョコ入るのよ。だからお土産にする時もかさばらなくていいよね。これいいね。これはでも板チョコか。ボンボンショコラもいいけど板チョコいいね。濃さっていうかカカオの濃さが選べる。70% タンザニア。どんどんこっちに行くにつれ濃くなる。そうそうそう。ゲットパトリック・ロジェでチョコレートの薄いカンカンに入った板チョコを買いました。かわいい。袋がかわいいの。店員さんもとっても親切だった。こんちゅう。こんちゅう。私が来たかった紅茶屋さんに来ました。これに紅茶を詰めてもらうんだけど、こうやってね、一個一個
茶葉が入ってるのよ。全部違うんだそう、多分これで香りとかさ確認して、で欲しかったらほらここに値段が書いてある。ケースごとの値段が書いてある。そう、わかりやすい。見せて。めっちゃいい香り。どうしよう。ウーロンもいいな。こんだけあったらさ悩むね。幸せ。それ何？ウーロンなんだけど、ちょっとミントっぽい感じのすっきりした香りがする。アイスティーの新いただいた。すっごい色が綺麗。 It's one of the best seller, this one. あ、ベストセラー。 Yeah. こちらです。名前はこれ。これめっちゃ美味しくない？飲みやすいね。もう飲み切りそう。Elle prend les visages ou pas? Elle prend les visages Sec. Je sais quoi. These are fruits, spice, flowers, no chemical perfumes, right? So natural. You don't need too much. Ouais, ouais. Hier, je t'ai préoccupé, moi, déjà. Merci. Merci。Un, deux, trois。最高。ここに来たかったの、もう本当にパリ来たら。この紅茶屋さん、店員さんもさすごく親切でさ、しかもこうやって綺麗に梱包してくれて、紅茶の缶には名前も入れてくれるの。お土産とかにもいいよね、お世話になってる人。めっちゃいい。私は自分用に3つとお土産2つです。大満足。パリデイワン終了です。大充実。C'est le big gun. あ、最高。お弁当ご飯。はい、パリ2日目の夜ご飯はさっきね昼に弁当&ゴーで買ったお弁当です。私はポークジンジャー弁当、そしてのんちゃんは唐揚げ。すごいボリュームたくさんで、すごいね。ご飯もさちゃんとゆかりのふりかけがかかっています。嬉しい。そう、明日はモン・サン・ミッシェルツアーで朝がねめちゃくちゃ早いので、今日はもうここでお弁当を食べて寝たいと思います。パリ2日目お疲れ。いただきます。いただきます。ていうか電子レンジあってマジで。このホテルいいね。うん。電子レンジあるから。うわ、唐揚げ美味しい。なんかこのお弁当マジでありがたいかも。クオリティ高い。なんか日本のお弁当じゃん本当に。野菜入ってるし嬉しい。では皆さんおやすみなさい。唐揚げ2個入ってる。おはようございます。おはようございます。今日はモン・サン・ミッシェルに行きます。初めて。私も初めてで、パリからねモン・サン・ミッシェルまで結構遠いし、行き方もいろいろあるんだけど不安がないように、今回はクルックのモン・サン・ミッシェル日帰りツアーを予約してみました。はい、なので集合場所に行ったらバスでピックアップしてくれてモン・サン・ミッシェルまで連れてってくれて、あとまた帰ってこれるっていう感じのツアーです。安心だね。安心だからバスに乗ってるだけで着くからね。今から集合場所に向かいたいと思います。行ってきます。バスで2時間くらい走って今パーキングエリアみたいなところで休憩中です。結構ね30分ぐらい休憩時間あるからトイレ休憩とか、あとはカフェテリア利用する十分な時間あるし、すごい綺麗なの。お土産屋さんもある。ね、今のところバスめっちゃ快適。爆睡しております。
かる。いやもう本当乗ったままで着くから楽だなと思いました。ただなんかバスの中の説明とかは全部英語だから、不安に思う方もいらっしゃるかなと思うんだけど、でも乗ってるだけだし、そう、待ち合わせのバス時間だけしっかり聞き取れれば。戻ってくるのは何時だよっていう英語だけ聞き取れれば基本的には大丈夫だし、ツアーの方もめっちゃ親切。あとバスの中ちょっと寒いから上着あるといいかな。そうだね、こういうストールとか、あとはこういうジャケットとかあるとちょうどいいかなと思います。はい、では12時ぐらいにモン・サン・ミシェルに着くみたいなので、またおやすみ。おやすみ。バスで、5時間ぐらい、はい、モン・サン・ミシェル近くの駐車場に到着しました。こっから島まで多少歩くみたいです。そう、歩くかバスか。シャトルバスか。そうそう、2つの方法で行くことができるんだけど、今着いたのが12時半。帰りは4時間後ぐらいなので、モン・サン・ミシェル楽しみながらちょっとご飯も食べて帰れたらいいね。そうしよう。歩くと35分、バスだと20分。フリーシャトルがあります。見て、遠くにモン・サン・ミシェル。すごいね、なんか蜃気楼みたいなんだけど現実じゃないみたい。幻みたい。ここはさ、ノルマンディー地方なんだよね。この辺りはサンマロっていう湾なの。その湾の上に小島があって、その小島の上にある修道院がモン・サン・ミシェルです。はい、この辺はだからさ、潮の満ち引きがすごいんだって。だから島に渡れたり渡れない日があったりするの？いや、今はね渡れるらしいよ。なんか昔はその潮の満ち引きで、モン・サン・ミシェルが海に浸かっちゃったりとかして渡れなかったりとかしたらしいよ。あ、ちょうどシャトルバスも通ってる。あ、そうだ。このシャトルバスで行けば20分ぐらいで着くから、ご高齢の方と一緒に旅行する時とかはシャトルバスで行ったら快適かもね。でも私たちは歩いて行きたいから。行きたい。はい、行きは見て帰りはちょっとシャトルって手もありだね。そうだね、そうだね。すごい近づいてきた。もう桟橋のふもとまでやってきました。くっきりしてきたよ。すごいね。すごい。別名が何でしたっけ、ミクさん？西洋の脅威です。あと、海上のプリンスなんだっけ海上のなんだっけ、ピラミッド。ピラミッドここがでもさ、満潮で海の中浮いてたら本当そうよね。素敵だね、それもそれで。なんかモン・サン・ミシェルは調べたんだけどね、司教アベールが夢の中で大天使ミカエルにここに修道院を建てなさいって、そういうお告げをねいただいたから、ここに修道院を建てたそうです。すごいね。はい、で100年戦争の時にはここは要塞として使われて、フランス革命の時は監獄に使われてた。で、いろんな歴史があるところなんだよね。そうそうそう。やっぱフランス旅行の観光地のハイライトっていう人もいるくらい、やっぱ遠くても来たいって人多いんだって。やっぱすごい。すごいね。まだなんか海外見てるみたいな感じ。まだ信じれてない。ね。もっと近づいてみよう。行ってみよう。モン・サン・ミシェル。初めてじゃない？初めて2人撮ったけど。2人でちゃんと歩いてる。モン・サン・ミシェルのふもとまで来ました。着いた。すごい。近くに来ると大迫力だね。ね、くっきり。で、このツアーね、修道院の見学チケットもあるんだけど、それ行く前にちょっとお腹が空いてるので、ここの名物のスフレオムレツを食べに行きたいと思います。はい。では行きましょう。Let's go。来ました。名物のチーズオムレツです。ちょっと1人1個多すぎるのでシェアしますす。なんか
外はちょっとパリッてしてるけど、中ほんと意外とふんわり食べれるのかもね。ボナペティ。あ、でも軽い。軽いね。軽そう。どう？美味しい、ふわふわ。パンケーキみたい。すっごい軽い。ただ2人で1個を半分でマジでちょうどいい。マジでちょうどいい。300段の階段登っていくよ。Are you ready? Go。でもなんか綺麗だからすごい登るのが楽しい。すごい素敵。すごい。わあ、近づくとよりすごい。このモン・サン・ミッシェルツアーさ、この修道院の中に入れるチケットがついてるの。ツアーの中に。でこれバスのね中でもらったんだけど、それはこの真ん中のライン。わかりやすいわ。わかりやすい。じゃあこれで行きますか。行きましょう。着いた。景色がすごいの。見て。すごい。すごい。海ってことだもんね。これがだからさ、当時は道潮でここに来れなくなるぐらいなったってことでしょ。すごい大変だけど、でもそれでも来たかったってことだよね。そうね、カトリックのね巡礼地だから、うん。よくこんなところにさ、このモン・サン・ミシェル建てようとしたね。本当。やっぱミカエル様が夢に出てきちゃったからそうだよね。行動力建てざるを得ないみたいな。素晴らしい。ラ・メルベイユの回廊に来ました。この1個前に教会があったんだけど、教会の中はね撮影が禁止だから、ステンドグラスから漏れる光が本当に素敵だったね。素敵だったね。でこれがラ・メルベイユの回廊なんだけど、ラ・メルベイユって簡単って意味なんだって。はーっていう、それぐらい美しいからラ・メルベイユの回廊って名付けられて、すごい美しい。確かに歩いてみよう。ここの風の通りもあってか、すごく気持ちいいね。めっちゃ気持ちいいね。真ん中の中庭にだけ光が入っててすごく素敵。お土産にクッキーくらいは買って帰りたいね。美味しそう。カンカンも可愛いね。かわいいお土産のクッキー。大きい。大きくない？大きい。ちっちゃいカンカンとかないのかな。ちょっとクッキー大きすぎたね。でちょっと大きかった。ちょっと大きかった。あれはちょっちょっと大きかったね。と1枚くださいって感じ。あと半分ぐらいの大きさでお願いしたいよね。奥底がこれぐらいあった。ね、すごかったよね。あれ一つに100枚ぐらい入ってんじゃないのっていうぐらいの量だったよね。でも職場のお土産とかにいいんかな。いいねいいね。みんなに配るよ。でも缶がすごい可愛かった。可愛かった。ね。モン・サン・ミッシェル散策終了です。やっぱさ、ここまで来るの遠かったけどさ、人生に一度はやっぱ行っときたい場所だよね。これでよかった。本当に良かった。外観も素晴らしいしさ、中もすごく良かったね。結構さ、修道院の中が広かったね。いや本当に、でも本当にさ4時間ぐらいでちょうどいいかも、観光時間ね。でもうね、帰る時間でバスのピックアップの時間に絶対遅れちゃダメだから、急いで戻ろう。帰ろう。
algo? Pistachio. おはようございます。ホテルの近くのパン屋さんに来ました。はい、こちらのパン屋さん。すごい並んでる人気のパン屋さんです。で、ここで食べたかったのがパンオショコラ的なやつ。すっごい美味しそうだよで、ね。中にチョコチップみたいなのが入ってる。私が食べたかったのがエスカルゴ。うわ美味しそう。やばいね。ピスタチオのエスカルゴ。エスカルゴの形したパンってことでしょ。そう。で、中のこの緑のがピスタチオ。ピスタチオ。なんかここの看板メニューっぽい感じしてる。そうだね。食べてみて。バリサク。ピスタチオは？甘くて美味しい。そうほんのりピスタチオ。あ、ほんのりなんだ。結構ガツンとくる感じではなく。このナッツとかも相まって美味しいよ。美味しそう。サクサク。サクサクでしょ。やばくない？美味しい。バターの香りとさ、チョコレートの苦味がめちゃくちゃ美味しいし、チョコチップみたいになってるから食感もいい。美味しそう。結構チョコ苦いの？ほろ苦。めっちゃ美味しい。本当にこれ。この薄さがいい。ね。これはパリで最高の朝ごはんかもしれません。今のところパリ一のパン屋さん。どうですかクルーズ。気持ちいい。今日本当天気がいいから。本当。風も吹いててすごい気持ちがいい。綺麗だね。なんかやっぱり街から見る建物よりも川から見る景色の方が綺麗かも。確かに。あとなんかさ、クルーズで楽しみながら本当に見たいとこ全部見られる感じ。そうそうそう。観光名所っていうかね。素敵な建築物。楽しい。線路がってるってこんな楽しい。めっちゃ楽しいんだけど。予想以上だった。なんかさ、早いから進みが、どんどん景色移り変わってさ、飽きない。最高。楽しい。楽しかった。めっちゃ楽しかった。クルーズ大満喫した。想像以上だったよね。あっという間の1時間だった。ね、一回は乗ってみるべきかも。ぜひ乗ってみてください。乗ってください。じゃあ一旦ホテル戻って今日は月曜日クリニャンクール飲みの市に行きたいと思います。じゃあ行こう。飲みの市ルークどう？かわいい。飲みの市ルーク回って。いけてる？給食当番じゃない？今週2人で給食当番。じゃ飲みの市だからね、ちょっとこういうのつけてみたいよね。可愛いよ。似合ってるかはさておきつけていきたいと思います。形から入ろう。はい、行こう。レッツゴー。
サントゥアンの飲みの市来ました。まあ、別名クリニャンクールっていうのかな、いろんなエリアがあって、その中のマルシェ・ベルネゾンっていう一番有名なね、このエリアで一番古いところに来てるんだけど、なんかちょっと閑散としてる。半分ぐらいしか空いてなくない？あれかな、やっぱ月曜日だからかな。なんか一旦1時に閉まって2時からまた5時までオープンするんだけど、5割ぐらいでもまあ見ていこうね、ちょっといろいろ見てみよう。そう、ここ300ぐらいお店あるのよ、このエリア。あ、そうだからなんだ。半分ぐらいって言ってもさ、150店舗ぐらいは空いてるわけだからで見ていこう。カップ&ソーサーが欲しい。 GO。 これエスカルゴ入れるんじゃない？かわいい。面白い。フランスって感じ。本当だね。こういうなんか本当にちっちゃい小物入れとか大好き。かわいい。ちっちゃなカップ&ソーサー。なんかしかもカラフル。色合いが可愛い。これもいい。これカラフェ、ちっちゃいグラスのセットで100ユーロだって。こういう私銀のプレートも欲しいな。ね、さ、こういうさシンプルなやつ欲しいかも。すごい可愛い。これ、このセット可愛い。可愛い。わあ、こういうさデザートボール欲しい。銀皿めっちゃ可愛いね。欲しい。これ欲しい。アイス乗せたいの。あ、てかめっちゃ綺麗じゃない？すごく綺麗。ゲットアイスクリーム皿ゲットしました。このお店で買った日本人オーナーさんでめっちゃ親切だったし、すごい可愛いのいっぱいあるから、ぜひみんな見てきてください。可愛い。これ完全もう買い物モードになってきました。やばい。これ可愛い。すごく買っちゃったカップ&ソーサー。こちらのお店とってもいい人だった。店主さんもゲット。可愛い。なんかさ、意外とカップ&ソーサー5ユーロとかさ10ユーロとかでさお手頃だよね。こういうさカトラリーもさ欲しいよね。ちょっとヴィンテージのやつ。こういう小物入れとかもすごく可愛い。パリの飲みの市だよ。本当だよね。憧れの。憧れの。何でもキラキラに見えるんだね、わかる。可愛い。その可愛いよ。見て。翡翠っぽい感じのね、質感。上がグリーンっぽくて下が薄いピンクと。1セット10ユーロだ。見て、フランスのチーズ。私これ欲しいかも。ねえ、可愛い。6ユーロだよ。6ユーロだって。そこにチーズ乗せたいね。チーズ乗せたいし、食べるの好きな人にあげたい。あ、そうね。あとここがもう全部チーズコーナーだわ。可愛い。パパ可愛いってだからあっち見てる。あとこのエッグスタンド可愛い。なんか普段あんま食べないけどゆで卵食べたくなる。わかる。いろんな柄ある。お水入れてお花浮かしてるだけでも可愛いじゃんね。すごい。そんな使い方確かにね、もはやね。もはやだって可愛いんだもん。見て、気づけばチーズのお皿ね。ホテルに帰ってきました。飲みの市ハウル。なんかいっぱい買っちゃった。結構ね。結構買っちゃって、やっぱなんかサントゥアの飲みの市って土日月でやってるんだけど、やっぱ月曜日はお店がやっぱ半分ぐらいしか開かないらしいので、全部お店が開いてる活気がある飲みの市に行きたかったら土日に行くのがおすすめらしいです。でも私たちはちょっと見たいぐらいだったからちょうどよかったよね。ちょうどよく見やすかった。逆にそう、人も少なくてゆっくり見れて、逆に店舗が半分ぐらいしか空いてないことによって厳選して買うことができました。購入品を見せていきたいと思います。飲みの市戦利品、まず私が買ったものから。まずこちら、このさ浅いカップのね、カップ&ソーサーが欲しかったの。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。小花柄がね、内側にも外側にもついてて、ソーサーも可愛い。可愛いでしょ。これで紅茶飲みたいんだけど、これを2脚買いました。2脚で50ユーロです。あとはこの真ん中のね、フルーツの絵があしらわれた小皿、この縁のさ、このゴールドも可愛いよね。可愛い。これはね10ユーロでゲットしました。ここにチョコレートとか乗せたい。あとは日本人オーナーさんのところで買った、これはデザートカップですね。もうアイスクリーム乗せたいよね。でそれの受け皿も買ったんだけど、これはなんか19世紀のなんかお金持ちの子供が使ってたおままごとセットのお皿だって。これにスプーンもつけたので、
これでここになんかアイスとか乗せてお茶会したいの、私はこれでね。でのんちゃん。はい、私もこのアイス入れてもいいし、なんかアクセサリーとか入れてもあーかわいいね。可愛いなって。これも70年代のデザートカップです。可愛い。あとこれはね、一目惚れだよね。見て、フランスの国の形になんかいろんなチーズ書いてあって、つい3枚買いしちゃいました。かわいい。これ多分この地方でこのチーズが作られてるっていう、そういうマップみたいな感じなんだろうね。めっちゃ可愛い。こんな感じでクリニャンクールの飲みの市でゲットしたものはこちらです。ではお腹空きましたね。お腹空いた。今は5時前なんだけど、今日朝パンしか食べてないのよ。飲みの市来たかったから。だから今からちょっとホテルの近くのビストロに行って、はい、ご飯食べて早めに帰ってきたいと思います。パリ来て初めてのディナーだね。確かに。やっと乾杯。ボナペティ。ボナペティ。そう本日のディナーです。沖縄マダイのカルパッチョ、セサミツナ、スパイシーアボカド。いただきます。いただきます。お皿が全部かわいい。ちょっとジャパニーズナイズっていうかさ、本当。日本らしさがあるよね。ね。おいしい。あ、おいしい。おいしいよね。さっぱり。食べていい？パリで食べるご飯どんな感じだろう。ちゃんと日本米って感じ。もうあれ3日目。もう3日目？乾杯。おはようございます。デイ4です。今日私たちは今からパリディズニーに行ってきます。見て、私たちがこのディズニーストアでゲットしたグストのレストランの T シャツ。そう、パリディズニーはレミのレストランのアトラクションとかレストランがあるパークなんです。最高。最高、楽しみ。夢が叶うね。ね、私たちは、開園と同時にパリディズニーに行きたいと思います。では行こう。ゴー。気合十分。ゴーゴー。パリディズニーに行くまでは RER 線っていう電車に乗っていくんだけど、それ乗ったらもう1本で行けるので、その路線が走ってる駅まで歩いていきます。はい。だからそこから45分ぐらいでパリディズニー行けるってことだよね。そう、終着駅、終点なんだって。だから安心感あるよね。そうだね。帰りはね、閉園までいようと思ってるから、ちょっとタクシー予約してるんだけど、行きは電車で行きたいと思います。初電車。はい。わかりやすい。ディズニーに行くところはミッキーのロゴがついてます。券売機で簡単にチケットもゲット。乗り方結構わかりやすいです。このミッキーのマークがついてるから、そのマークの路線に乗れば OK。着いたよ。ディズニーランドパリ。念願のねえ、ディズニーランドパリはディズニーランドパークとウォルト・ディズニー・スタジオ・パーク2つあって、私たちはクルックを使って2パークパッケージ予約しました。なので今日一日2パーク回っていきます。はい、楽しみで、ディズニーランドパリはね、ヨーロッパ唯一のディズニーランドなんだけど、なんか意外とね、アトラクションは空いてるから1日で回れるらしいね。はい、なので1日私たちがこのパークを回る様子を皆さんにお届けしていきたいと思います。こんな感じでクルックでね、事前にパークチケットと、あとはディズニープレミアアクセスアルティメットっていう人気のアトラクション、対象アトラクションが1回は必ず乗れるという優先チケットもつけてます。日本語で全部予約できたし、あとは支払いもね、もちろんクレジットカード使えるし、PayPayとかでも、使える。そう払えるのでとっても便利です。あとやっぱクルックだとお得にチケット購入できるので、パリディズニー気になったら
概要欄チェックしてみてください。それでは私たちのパリディズニー Vlog スタートですでは行きましょう。今荷物チェックを終えて園内に入りました。ディズニーランドパークとウォルト・ディズニー・スタジオ・パークは徒歩3分の距離でこう行き来できるから、そうそう、もう見えてるもんね、そうそうそう両パーク。だからね、パークの行き来がすごくしやすいんですよね。で、私たちは開園してすぐにクラッシュのコースターとかパリにしかないアトラクション乗りたいから、ウォルト・ディズニー・スタジオ・パークの方に先に行きます。します。はい、こちらです。チケットをね、Appleウォレットに同期できるのがすごく便利ね。ウォルト・ディズニー・スタジオ・パークは映画の世界をテーマにしてるから、アベンジャーズとかね、そういうアトラクションがたくさんなんだけど、とにかくスリル満点のアトラクションが多いから楽しみ。まずこうやって映画館の中みたいなところを通って、そこを抜けるとパークにつながります。ここから先は映画の世界だよっていうようなことだと思います。すごい。なんかやっぱパークが広いからかな、すごく空いてるっていうかさ、回りやすいね。全然空いてる。ゴミゴミしてない。じゃあ行こう。パリにしかないニモのクラッシュのコースター、これがねパリのディズニーランドで一番人気らしくて、もう開園してすぐなんだけど80分待ちです。やばい。だけどディズニープレミアアクセスアルティメットはすぐ乗れる。可愛いコースターだと思ったの。もう前回急降下急上昇。結構激しかったね。結構激しかったし、もうずっと暗闇で何が起きてるかもう分かんなかった。すごいよ。短期間爆発した。そうね、これ酔いやすい人注意。でも可愛かった。要所要所にものキャラクターたちが出てきて面白かったけど、とにかくスリルが満点すぎて、ちょっと休憩しながら次行きましょう。はい。ちょっとパリディズニーのアトラクションのすごさにちょっと恐れおののきながら、でも楽しいね。楽しい。ちょっとスリルが満点すぎてびっくりした。日本にはないスピード感だった。そうだね。ぐるんぐるんだったよ。マジで。Bienvenue, je suis Buzz l'éclair, rongeur de l'espace. ちょっと一旦休憩して落ち着いたので、次は念願のレミーのエリアに行きます。やばい。ワッフルも美味しそう。これヌテラワッフルなんじゃない？すごい屋台がもうレミーの世界観だよ。これワインかな。まずレミーのエリアに来て、あなた耳持ってないから耳を買おう。国宝じゃん。何ユーロなんだろうそれ。30ユーロです。あ、30ユーロ。レミーがついてます。子供用の赤ちゃん用の服もあるし、このキッズのね、これかわいい。やばい、もうここはもう全部レミーグッズなの。キャップ、無難にこの T シャツいい。かわいい。かわいい。おもちゃとかもあります。やばい。エミールのぬいぐるみかわいい。22ユーロです。
エミールの肩乗せるやつ。あ、この私がもうすでにつけてるこのカチューシャもあります。これ写真立てかな。めっちゃ可愛い。ストロー。可愛い。帽子ゲット。レミーのシェフ帽。可愛いね。私はエミール。肩乗せエミール。肩乗せのレミーは売ってない。ここのレミーのショップに売ってなくって、まあ、他のところで売ってるかもしれないけど、今はエミールが売ってました。可愛い。では念願のレミーのアトラクションに行きたいと思います。Venez, venez, suivez-moi. Le chef Rat is waiting for you. This way. Too simple. What? Mais oui, that's it.どうでしたか？レミーのアトラクション念願の乗りましたね。私たちはプレミアアクセスアルティメットを使ってすぐ乗って、その後ちょっとあまりにもこのアトラクションが良すぎたからシングルライダーですぐ乗った、はい、だからもう2回乗っちゃった。素晴らしい。レミーのアトラクション本当に可愛くて、レミーの物語がね忠実に作り込まれてるし、匂いもするし、火の温かさとかさ、そう水しぶきとか若干さ、そういうなんかサプライズもあって、なんかそこまで怖くないから乗り物苦手な人とか、あとお子様連れにもちょうどいい最高のアトラクションだと思います。ぜひレミー見てから乗ってほしい、はい、でも本当にパリディズニー来たら絶対にこれ乗ってください。ディズニープレミアアクセスアルティメット、これ絶対買った方がいい、人気のアトラクションすぐ乗れます。では次行きましょう。ワールドディズニーパークのお土産屋さんに来ました。ストーリーかわいい。これカール G さんのやつ。めちゃめちゃかわいい。かわいい。トイストーリー。マーベルのグッズもいっぱい。これかわいい。これ欲しい。ディズニーパリのスウェット。これ全部刺繍なの。超かわいい。それの青版もある。50ユーロ。このシンプル D 文字のパーカーやばい。かわいい。これ後ろどうなってんだろう。あ、これいいじゃない。かわいい。かわいいね。かわいい。ディズニーランドパークの方に来ました。また全然違う。ね、こっちはドリーミー外観が。Claro. Francisco já estragou a dele.
カラカとドリンクセット。ハクナマタタっていうライオンキングがテーマになったレストランで休憩です。でこちらチャカラカって言ってトマトとか豆とかね、そういう野菜が煮込まれたカレーとドリンクです。ドリンクいただきます。入れましょう。今からファントムマナーというアトラクションに乗ります。日本のディズニーランドでいうところのホーンテッドマンションらしいんだけど、でも怖さがねもう全然違うらしいどんなもんかね。ね。楽しみに行きましょう。ちなみにこれもディズニープレミアアクセスアルティメットでほとんど並ばずに乗れます。結構スタンバイ並んでるから人気なのかも。これパリ限定のアトラクションです。Join now the spirits in nuptial doom. 優しく抜いてみる。あ、無理だ。王にはなれなかった。優しく抜いてみようとしたの無理だった。あとちょっとだったね。次回リベンジ。いや前王様の剣大好きだからちょっと上がっちゃった。嬉しい。なんだけどめっちゃ早かったね。早かったね。スリラー満点。やばい。気にならない。今までのディズニーランドのアトラクションの中で一番すごい。これはスペースマウンテンじゃない。私の知ってる。私の知ってるスペースマウンテンってもなかった。もう頭ガンガンしてる。すごかったよね。すごい。G すごくなかった。やばかった。G すごかったよね。一回転したよね。一回転したの気づかなかった。もうわかんない。どこに自分がどこで何をしてるのかもうわかんないまま。でも途中にスター・ウォーズの映像とか流れてきて、あーと思ったらまた自分がどこにいるかわからなくなって終わった。でもこれ絶叫好きな人は本当におすすめ。楽しかった。楽しかった。楽しかった。ものすごいグワンと落ちるのなかった気がする。早かった。早かった。いやもうちょっとすごいわ。ディズニーランドパリのアトラクションのレベルがもう本当にすごい。ディズニーランドパリすっごい。本当すごい。クオリティがすごい。だからもう本当に絶叫アトラクション大好きな人とか、とにかくアトラクション楽しみたい人はマジで来た方がいい。そんなことを言ったってじゃないんです。いや本当にすごいよ。本当に。ちょっと本当びっくり。スピード感が全然違う。全然違う。なんかもうやっぱり速度が違うので本当にびっくりして泣いちゃったけど楽しいよ。だからあれも乗りたい。アベンジャーズのやつ。いやもっと早いらしいよ、ね、あれも乗ろう。あれも乗って帰ろう。終わった後の私たちの表情をお楽しみにお願いします。今から私たちはついにレミーのレストランに行きます。やばい。ついにこのためにさディズニーパリ来たと言っても過言ではないよね。その通りです、はい、4時45分に予約を取りました。では行きましょう。行きましょう。
のレストランが。もうこれはだからあれでしょ、レミーの物語の最後の新しく作ったレミーのレストランだよね。しかもそれのネズミのレストランの方だよね、上の階の。だからもうサイズ感が全部さ、ネズミから見たサイズ感なの。そう、ネズミサイズなんだよね、全部サイズが。このテーブルもカヌレのお菓子の箱の蓋だし、私が座ってるこの椅子はワインの蓋の部分でしょ。で後ろのテーブルはジャムの蓋で、後ろの上のこの傘はカクテルのパラソル。見てて飽きないね。もうパリディズニー来る方は頑張ってこのレストラン予約するのおすすめです。はい、私たちは隙間時間に常にアプリをチェックして空きを探して、私がね空きを見つけたんだけど、それは朝の8時にチェックしたら2名だけキャンセルが出てました。だから朝早くとか夜遅くとかいろんな時間帯で試してみるとポツッと空きが出てくるので、執念深くチェックして諦めちゃダメ。そう予約取ってみてください。来ました。私たちはエミールメニューっていうスターターとメインとデザートのコースにしました。私はミックスグリーンサラダ。美味しそう。美味しそうだね。綺麗だね、盛り付け。で、私はシーズナルスープにしました。メインがやってきました。私はタラのムニエルみたいなやつかな。下にマッシュポテトみたいなのとラタトゥーユが敷いてあります。あんちゃんはステーキとフレンチフライとやっぱレミーといえばのラタトゥーユ。はい。ボンアペティ。ボンアペティ。QG des Avengers, centre d'entraînement, web workshop, Team Kitchen. You'll be joining us on the mission. Tony's built a transponder that the missile's targeting system will lock onto. 涙出た。早すぎて涙出てた。なんか出発した瞬間首吹っ飛んだかと思った私。3、2、1のカウントダウンマジで怖かった。怖かったね。アベンジャーズのアトラクションはちょっと前に乗ったハイパースペースマウンテンよりも比じゃない。超えてきた。でもちょっとアトラクションのレベルがすごすぎる。満足感はすごい。あ、涙乾かそう。ちょっと落ち着こう。ちょっと落ち着こう。今夜の8時半です。まだ全然日が暮れてないんだけど、今日のパークの閉園が10時半だからあと2時間後なんだけど、その閉園した後のショーがねすごいらしいんで、最後まで行きたいと思います。でここまでうちら何個アトラクション乗った？めっちゃ乗ったよね。結構乗れてる。まずレミー3回乗ったディズニープレミアアクセスアルティメット使って1回乗って、その後はシングルライダーで2回乗りました。ファントムマナー、スリンキー、ハイパースペースマウンテン、クラッシュのコースター、あ、そうだと、さっきのアベンジャーズのジェットコースター、たくさん乗れるね。結構やっぱこのパリにしかないやつ乗れてるし、やっぱ待ち時間少ない。あとこのディズニープレミアアクセスアルティメット使ってるからすぐ乗れる、ので確かに1日で十分楽しめます。はい、楽しみすぎてますね。叫びすぎて喉痛いんだけど、この後はちょっとパレードまでゆっくりして、隙間でアトラクション乗って、最後まで楽しみたいと思います。
最終日カレットで朝カフェ。美味しそう。いただきます。わあ美味しそう。美味しい。美味しいね。前カレット来た時何食べたっけな。ホットチョコレートぐらいしか飲まなかったんだけど、パンオショコラだ。パンオショコラも美味しかったんだけど、クレープがマジ美味しい。絶対クレープ。トーストカレットも美味しい。もうクロックムッシュだね。オニオンスープほんと食べて。このオニオンスープ絶対美味しいよね。美味しいよね。もちもちクレープ美味しい。このホイップクリームいっぱい乗せるのが最高。甘くて美味しい。甘いしょっぱい甘いしょっぱい。ループできる。いかんせん熱い。オレンジジュース。なんか。3.5ユーロ。クッキーセット7枚入ってるって。ちょうどいいね、ちっちゃくて。あ、これお土産に買ってこそれぐらいの箱のやつは8ユーロ。このタイプのものは14ユーロ。このカンカンかわいい。キーカンかわいい。たまらないね。あ、缶だけ？缶だけかも。かわいい。たくさん。こう1、2ヶ月会う友達お楽しみに。空港到着しました。今から飛行機に乗って日本に帰ります。パリ5日間の女子旅 Vlog いかがでしたでしょうか。どうでした？すごいあっという間のようなめっちゃ濃厚な5日間でした。夢のような5日間でしたね。美味しいものも食べたし、買い物もしたし、モン・サン・ミッシェルも行ったし、セーヌ川クルーズもしたし、そして念願のパリディズニーに行きました。最高に楽しい5日間でした。ずっと笑ってたね。ありがとうね。ありがとう。で、今回の旅はクルックでイーシム、あとはモン・サン・ミッシェルツアーとかセーヌ川クルーズ、パリディズニーなどの観光名所とかアクティビティを全部まるっと予約したんですけど、すごく快適に旅行することができました。はい、で特にパリディズニーなどの海外ディズニーリゾートはクルックで予約すると日本語で、ね、予約できるから便利なのと、あとはお得にディズニーリゾート行くことができるので、ぜひこれから、パリ含め海外ディズニーリゾートに行かれる方はクルックをチェックしてみてください。今ね、クルックさんでキャンペーンやってるみたいなので概要欄にリンク貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。レミーのぬいぐるみを買って最高のパリ5日間でした。それでは帰りましょう。次の動画でお会いしましょう。リクでした。オーバー。